こんにちは、みえこです。今日も小さなキルトを作りましたので、皆様にご紹介します。2週間前に作ったのがこれですね。それから今回作ったのがこちらですよ。同じ大きさの接着芯の上に縫いましたから、ピースの大きさは同じです。では作りますよ。接着芯の上にまたログキャビンの縫い方で縫います。中央にこのように線を描きます。そして今回使うのはちょっと細いですよ。 2.5 センチ幅の薄い色の布と3.5 センチ幅のもの、そしてポイントになるのが赤い布で、中央まずこの布から縫います。さあ、ミシンの前に移動しますよ。まず最初にこの薄い色のものから縫います。3.5 センチの長さのところに最初に縫います。そしてその次は4センチのところに縫います。順番間違っても大丈夫ですけどね。このように縫ったらログキャビンの作り方と同じなので、次にこの花模様の布を縫います。幅違いますけど大丈夫ですよ。それがポイントです。順番にこのように縫います。ここ2回縫ったところで花柄の布を縫います。するとこの花柄の布は接着芯の端と同じぐらいの長さになります。続いてこの白い布の隣に赤い色の布でポイントを作ります。そして外回り最終も薄い色の布を塗って一つのピースが完成します。そしてこれを 11.5 センチの長さにカットしてもいいですし、そのまま縫っても大丈夫ですよ。気になる方は 11.5 にカットしてください。はい、これを4つ作りますよ。すると中心に円のような形ができます。これをまた
縫います。これで一つのパターンが完成です。このようにできますよ。そしてポイントとなる色の縫う順番変えるとこのようになります。ブルーのところですよ。ですから2番目に入れるとこのようになります。そして3番目に入れるとこのような形になります。このパターンを3つずつ縫います。縫い代の折る方向に注意しながら縫ってくださいね。縫い代は7ミリで縫いましたよ。何センチの縫い代にしても大丈夫なんですが、全部統一するといいですよ。出来上がりのサイズが少し変わるだけですから心配はいりません。順番に3つずつ縫いますよ。そしたらこのようにまた縫います。そしてもう一段縫いますが、この時です。縫い代の方向に合わせて針で留めておくと後から間違いが少ないですよ。縫い終えたら1枚のトップが完成します。次に裏布とキルト綿トップと重ねます。裏布足りなかったので2種類の布を合わせてあります。まずは中央付近から縫い代をきれいに折ってプレスします。このプレスをしっかりすることで刺繍またはキルトが簡単にできるようになります。しつけをしないでやってもできますよ。しっかりと接着したら刺繍のガイドラインをこのようにつけて
今日は刺繍糸ではなくて手縫いの糸で縫いました。2針ずつ布をすくうような感じでいつも縫ってますよ。そして布の端は返し縫いをしてこれで終了としています。はい、完了しました。端の始末は4枚できてからするので、今回の作品はここで終了です。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。次の小物作品はこのパターン使いますよ。またね。